こんにちは、山田工務店のマスターです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日は藤枝市に新しくできた私たちの総合展示場ハッピービレッジをご紹介させていただきます。で、こちらのハッピービレッジなんですが、昨今の SNS の普及によって大きく変わりつつある家づくりに対応するべく作らせていただきました。で、こちらワンガーデンといって一つのお庭で3棟コンセプトの違うモデルハウスをご覧いただけますので、見比べていただけるような展示場になっております。まずご紹介させていただくのが、物語と過ごす家というお家になります。で、建物面積が48坪、3LDK プラス畳コーナーのお家となっております。いや、マスター、本当にハッピービレッジ大盛況ですね。ありがとうございます。いや、もう本当にぜひお越しいただきたい。そうですね。3棟ともお家が、なんていうんですか、面白い。すごい。かっこいいっていう、もうぜひ来ていただいて体験していただくのが一番いいかなと思います。そうですね。まずはぜひ見に来ていただきたいですね。ですよね。はい。で、今回のお家は、お父様が会社員ですかね。で、お母様も事務職やられてて、お子様が2人いるという想定のモデルハウスですよね。ただ中本当に見てもらいたいです。はい、すごい SNS 映えするお家になってますね。はい、まさにその SNS で見ていたものが形になったお家になっておりますので。いやー、もう早く中行きたいです。よろしくお願いします。じゃあ、まず早速ご紹介します。はい、お願いします。お願いします。はい、では早速お家のご紹介に入らせていただきます。お願いします。まずハッピーポイントの一つ目。家中どこからでも四季を望むシンボルツリーということで、見えていると思うんですけど、こちらの大きな木になります。1階にもですね、2階にも大きなものが見ていただけるかなと思うんですけれども、家のどこからでもこの木を見れるような作りにさせていただいています。いや、もう正面に大きな窓があるって流行りですか？そうですね。やっぱりこのデザインとして木も合わせてこのお家の顔みたいになっているわけですね。でもハッピーハウスの強みですよね。このお家の外観正面がとってもかっこいいっていうのは。ありがとうございます。いやー、もう本当素敵なお家ですね。ありがとうございます。早く中見てみたいです。じゃあ早速中ご紹介します。はい、お願いします。はい。ではご案内します。ではお邪魔します。あ、玄関ですね。はい。玄関はシンプルな作りなんですけれども、大きな窓がありますので、お庭の様子だったりとか、先ほどのシンボルツリーもこちらから見えるようになっていて、四季のこのさまざまな移り変わりもこちらで見ることができるようになっています。なるほど。あ、いいですね。ありがとうございます。玄関のところからそういった空間になってるんですね。はい、そうなっております。こちらがよく我々も採用するんですけれども、ガラスの扉になっておりまして、こちら入っていただくと、素敵ですね。かなり開放的な空間になっていると思います。わ、すごい。まずはじゃあキッチンの方からご紹介させていただきます。まずキッチンですね。こちらが我々でも標準でも選べるピクシルのキッチンになっておりまして。いいですね。またこのブラックがこの床の色とこの黒の色味もうまく合うように合わせて、いや、いいですね。クロスとね、また合ってるし、クロスもですね、これちょっと色がついてるのが分かります。この全体の色味に合わせてこのグレーのクロスを選んでます。いや、いいですね。素敵ですね。ではこちらが大容量な、すごい。結構広いですね。こんな広く取ってるんですね。これ2畳分ありますので、冷蔵庫を置いていただいて、食品の棚置いていただいても十分広々。最近お家作りされる方もほぼ必須で入れたいよっていう方がやっぱ多い空間になってます。いや、冷蔵庫がやっぱりここの裏に隠せるっていうのは生活感全然変わると思うので。そうです。そこも一つのポイントで、要望いただくポイントになります。それにこの大容量でキッチンからすぐ近く。そうですね。いいスペースですね。動線的にもバッチリなスペースになります。じゃあ続いて、でその対面のキッチンのところにあるのがダイニングになっております。座りながらお庭を見れたりだとかができるようなスペースになっています。
この窓の高さって結構珍しくないですか？僕初めて見たかもしれないです。そうです。ちょっと通常よりも高さが低く、こうダイニングに座った時にちょうど見えるようにっていうことで、この高さも設定しています。マスター、実はこれ僕、SNS で見たことありますよ。本当ですか？はい、めちゃめちゃいいなと思って、ただその高さっていうか開放感とかどういう感じになるんだろうと思ったんですけど、いいですね。ありがとうございます。植栽が見えるのがね。そうですね。このちょっとこうお庭が見えたりだとかっていう空間がいいです。で、マスター、この正面の窓なんですけど、上も吐き出し窓になっているのはなぜなんですか？これもですね、一つポイントになってまして、この外からの見え方にもこだわっているからこそ、2階の窓も吐き出し窓にしていて、真ん中に3という部分が来るんですけれども、例えば2階の部分を大きな1枚のフィックスの窓とかにしてしまうと、その3が逆になくなってしまうので、外からの見え方が揃わなくなるんですね。なのであえて2階のおそらく開けない窓にはなるかもしれないですけれども、両方とも同じこの3がある吐き出し窓にして見え方もこだわっている。っていうこだわりが統一するってことなんですね。そうです。そういうことか。まだ細かくちょっとこだわらせてもらってます。確かに下が線入ってるのに上入ってないとおかしいですね。そう、ちょっと見え方が変わってきちゃうので。なるほど。続いてこちらが畳コーナーの畳コーナーですね。スペースになります。で、6畳とですね、結構広々スペースありますので、ご家族みんなでここにくつろいでいただいても全然窮屈じゃないですし、で今回のお家のコンセプトでいうと、物語と過ごす家ということで、読書していただけるようにちょっとした見える収納も。で、かつ上が吹き抜けになっていると。うわー、すごいですね。そうです。このお家はもうとにかくこの開放感、このご家族とのつながりっていうのを意識しておりますので、このダイニングの方にも吹き抜けがありますし、この畳コーナーの上も贅沢に吹き抜けを採用してます。2箇所の吹き抜けがあるってことですもんね。そうですね。なのでこう完全に仕切られてるようなお家じゃないので、どこにいてもご家族との関わりができると。真ん中のソファースペースもいいですね。そうですね。こっち側にテレビを設けているんですけれども、背面も空間のアクセントにもなっています。で、そこエコカラットが貼ってあるんですね。そうですね。エコカラット貼ってあります。いやー、完璧ですね。ありがとうございます。いい日ですね。本当に素敵。本当に皆さんのこう要望が詰まった1階になっているかなと思います。続いて奥の水回りの床に行きます。水回り。で、この扉が？ここの扉がですね。お手洗いになってますね。いい空間ですね。で、こちらが洗面所ですね。なります。で、脱衣室と分けておりますので、お客様も使いやすかったりとか、こちらで誰かがお風呂入ってる時も使いやすかったりっていう動線にさせていただいております。その奥がお風呂のスペースになってるんですね。そうですね。こちらがお風呂のスペースになっています。こちら脱衣。でですね、続いてハッピーポイントの2つ目。玄関から洗面まで5秒、最強の帰宅動線。帰宅動線。ということで、こちらの奥進んでいただくとですね、まずこちらがファミリーロッカーということで、最近 SNS で流行っているんですけれども、ご家族皆さんの荷物をここに入れることができまして、例えば仕事の持っていく道具だったりとか、あとお子さんのランドセルだったりとかっていうのをまとめて置く場所として作らせてもらうっていうのが結構流行ってます。子供たちがね帰ってきてね、こうリビングとかにバーンってランドセル置かないように、ね、こういうスペースがあればですもんね。もうここに戻すよっていうのだけ決めとけば、荷物はここにまとまると。で、こちらのまた奥進んでいただくとですね、これがまたすごいんですよね。ここがクロークとコート掛けになっておりますので、アウトドア用品ちょっと置いていただいたりだとか、あとはコートここにたくさんかけていただければ、帰ってきた時にすぐ。で、こっちがですね。そうなんですよね。玄関になってますので、お客様だったりとかはこちらの先ほどのリビングガラスの扉の方からそのまま行っていただいて、住んでいる方はこちらから帰ってきて、もうこっちで全部靴脱いでですもんね。で、コートかけて、荷物をファミリーロッカーに置いて、そのままトイレ入って、で
手洗ってでリビングと、こういう動線が確保された。幸せありがとうございます。これは幸せですね。はい、すごい。もちろん、贅沢なこう開放感とか、要望が詰まったお家ではあると同時に、動線もしっかりこだわっているっていうのがポイントですね。でも動線だったら多分お子さんたちもしっかりとファミリーロッカーにランドセル置いてくるはず。そうですよね。はい、多分喜んで使ってくれるんじゃないかなと思います。いい動線ですね。はい、ありがとうございます。それでは2階に行きましょうか。この2階に行くこのまた道中がそうですよね。また一つポイントが、ここがスキップフロアという空間になっていて、お子様が勉強していただいたりだとか、仕事していただいたりだとかっていうのができるスペースになっています。このスペースも人気なんですよね。そうですね。最近その在宅ワークとかを増えた時にね、こういうスペースがどんどん人気になりましたね。そうですね。ストップです。そこに初めて気がつきました。渡り廊下があるんですね。そうです。こちら両側が吹き抜けになっておりまして、渡り廊下みたいな雰囲気になっております。いやー、おしゃれ。家の中に渡り廊下を初めて見ました。ありがとうございます。じゃあまずこちらですね。こちらがファミリークローゼットになっています。広い。だいぶ広い。なので、ここにご家族皆さんの荷物を一箇所に集約していただいて、でここに来れば準備ができるよっていうように使っていただけるファミリークローゼットになってます。でボックスとかで分けてね、すごい季節物も置けるし。では続いてですね、こちらがお手洗い。お手洗いが入っています。はい、お手洗いですね。でこちらが吹き抜きダイニングへの吹き抜きのスペースになっていて、こちらが寝室になっています。おしゃれな寝室ですね。ありがとうございます。すごい。裏には間接照明をつけて、こうホテルっぽく仕上げていますし、でこちら側にはですね、デスクを作ってありますので、ちょっとした書斎みたいな使い方もできるようになっています。本当にリラックスできるここ。で最後にハッピーポイントの3つ目。3つ目です。寝室から0秒、外壁に守られた秘密の半屋外サンルームということで、マスター見せてもらってもいいですか。いや、おしゃれですね。ありがとうございます。外壁に囲まれていますし、屋根もちゃんとついていますので、雨とかの時も心配なく外に出れますし、プライベート空間でもありますので、ちゃんと外壁で仕切ってあるので視線とかも気にならなかったりとかしてゆったりくつろいでいただけるスペースになってます。ホテルのバルコニーに近い。ありがとうございます。ホテルのバルコニー。しかし仕切りがあるのでプライベート感も出せる。そうですね。わあ、素敵。ありがとうございます。いや、いい寝室ですね。ありがとうございます。でもう一つのお部屋、お子様のお部屋がこちらになります。お一つ。一つになります。家具入るとやっぱ分かりやすいですね。そうですね。十分なベッドと机があります。最後にもう一つですね。こちらもお部屋になっています。で、こっちにこの窓をつけて、内窓がついています。いいですね。ありがとうございます。本当に SNS 映えしそうなお家です。ありがとうございます。以上が物語と過ごす家のご紹介になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。本日はハッピーハウスの物語と過ごす家のご紹介をさせていただきました。ハッピーポイントは3つです。1つ目が家中どこからでも四季を望むシンボルツリー。2つ目が玄関から洗面まで5秒、最強の帰宅動線。3つ目が寝室から0秒、外壁に守られた秘密の半屋外サンルームになります。いや、マスター、本当に素敵なモデルハウスでしたね。ありがとうございます。SNS で映えそうな箇所がたくさんあったので、もうぜひ皆さんも来て触って見ていただきたいです。体験してもらえると本当にすごいなって思うと思うので、もう素敵なモデルハウスでした。で、最近このお家を建てるときに、そのハウスメーカーを選び方が変わってきてるっていうのを聞いたんですけど、どんな風に変わってきてるんですか？昔はですね、もう何社も行って、それぞれのモデルハウスをこう実際に見て
十何社とかから決めるっていうのが多かったと思うんですけれども、もう今は SNS の普及もすごい広がっていて、もう皆さんインスタグラムとかで自分のやりたいこととかをもう見れるような時代になってきていると思います。なので皆さんその事前に見たものを元に、じゃあもうこことここだけ見に行こうかなって、事前にもう絞って見に来ていただく方がすごく増えています。ただこの実際皆さんこの SNS、携帯の画面の中でいろいろこう想像を膨らましているだけになってしまっているんじゃないかなっていうのもあって、じゃあそれが全部見れるようなモデルハウスを作ってしまえばお客さんみんな満足してくれるんじゃないかなっていうことで、このハッピービレッジ3棟作らせていただきました。いやもうぜひハッピービレッジに来ていただければ3タイプの素敵なモデルハウスが見れますので、なので3棟見ていただいて、自分たちがやりたかった理想に一番近いのこれだなっていう見方していただければすごくお役立ちになるのかなというふうに思います。そうなんですよね、その見れるタイミングっていうのが、やっぱねモデルハウスいろいろ回ったりとか本当に大変なので、ただ皆さん知識はあるから、そうですね、それをこうイメージどうしようかなっていうので今回ハッピービレッジを作ったことなんですね。そういうことです。いやもうぜひ皆さん来ていただきたいですね。いやもうハッピービレッジ、いやもう素敵なモデルハウスが3つ揃ってますので、ありがとうございました。ありがとうございます。本日もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。次の動画もお楽しみに。バイバイ。